なんか誰もおれへん。お前やろがっていくつやぞハゲこらこらやったろお前上がっとんねんとっくにこのが動画とか言うな。お前がもう光ピカ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 光らしてもうて俺の顔がお前まるでお前雪見大学みたいなの撮ってんけお前ここ真っ白でお前はいはいアウト50パリッとカウントしていこうフィグレやあと 2,30 分しかないねノーカットやここからノーカットはいいくでじゃあまず50っていうのはどういうトリックかって言ってたら、まあ、ボックスの上に乗ってビールで滑るんじゃなくてトラックっていうこの鉄の部分使ってこの鉄のコーティングをグラインドさせながら初めてやってる人とか全然スケボー知らん人から50買ってみたらただ普通に乗ってるだけやみたいになるけども実は奥が深い初めてやなこのトラック使ってやる技ついにグラインド編ボックス使ったはずですねよしやっていこう、まずフロントサイドでこれはもちろん両方バックサイドもあるしフロントサイドもある初めに動画見てもらってからどれでねどうかと思うけどもとりあえず説明していきましょう一旦コマーシャルかずえさんコマーシャル終わってるからもうみんな見てた今終わってるほな次行こう何の話だっけ次がとりあえずこれを見てる人はオーリーある程度できる人になってるしもう多分ある程度ジャンプもできて物声もある程度できる人を見てくれてるかなと思うんである程度その辺の説明はスキップしてもう乗るとこから一気にやっていきたいと思いますじゃあ、まず乗っていきたいと思うんですけども50やるっていうことは普通にボックスに乗るのと全く違う点がまず一つあってそれがボックスに対してこう乗るんではなくて前にあるボックスに対してこう乗んねんこれ大きな違いなんよだから前に乗るから別にスピード遅くても別にオーリーがちゃんとコントロールしてからボックスに乗れるそうだし、まず物声できてちゃんとボックスの上に乗れるよっていう人から次やっていきたいと思うんではい練習方法から説明していきたいと思いますこれ50ってまずボックスに乗るっていう恐怖心が多分あると思う初め誰でもやし俺が一番おすすめするのはこれボックスがない人でも50の練習したいっていう人で使えるからよく覚えててこういうね線があるとするやんちょっと見にくいなこれでいいかな白線見える縦から見たら見えんちゃうこれをまずボックスに見立てるんですよまずでオーリーって普通に前こうまっすぐにこうやってやってパーって飛ぶだけじゃなくて自分の真ん前にあるものを飛んだりとか自分の後ろにあるものを飛んだりするだから真ん前にこうやって飛ばなかった後ろにでそれを練習シーンがあったらまずボックス乗れへんから50とか書きに行く時までやしこの線がボックスのコーピングがあると思ってまず平行に来て前にこの上に乗るアウトの練習じゃなくてこんな感じでこれ後々バックサイド50のハウト出した時これの後ろ側も練習しなあかん後ろ側と外側で後ろに止まるこれがフロントサイド50の初めの練習ショーの練習で初めやっぱ障害物あったら怖いっていう人いるしほんまに線の方が俺はおすすめするでボックスも別にわざわざこんな 0.03 マイルの高さのボックス強い線でも、0.0035 マイルぐらいのボックスがそこにあるからその 0.0035 マイルのボックス今から持ってくるわでこれがさっき言ってた 0.035 マイルのボックスやねんけどボックスってマニュアルだよこの低さこれやったらコーピングもついてるしある程度線の上にこう乗れるようになってきたらこれぐらいの高さから今度50かけてみましょうということなんですわコーピングでこれはちゃんと鉄やねこれが一番おすすめそのうち俺がボックスのハウト作るわ今までボックス10回以上作ってきてるからもう俺もパリッとして作れるこれはもう練習の証としての努力の結晶やはい次いただきますで線のやつ線を越えれるようになった真ん前にある障害物と線を越えれるようになってきた時はこれぐらい初めはかからへん前多いです一応見せるけどこれがいいまず初めは正直止まった状態あんま良くないけどもないねんけどちょっとやっぱスピード出した方がいいこれぐらいから平行でもいいんやけどちょっとこう飛ぶんじゃなくてちょっと斜めからこう入ってあげるんです平行やったらこれぐらいからこう弾いてますこれでも全然いいねんけど高くなってくるとやっぱり角度とも必要やし初めはこれぐらいから若干の180みたいな感じをイメージなこれはもうほんまにやりすぎると
乗った時の感覚でバランスこういう感じなんや、グラインドする時ってこれぐらいの体重なんやっていうのをまずここで覚えてほしい。やっぱりコーピングがしっかりついてたらある程度スケボーのプッシュと変わらん体重で滑ってくれるんやけども、ストリートとか行って天然の遠石かけたらもうワックス次第で全然滑り変わるんよ。もうゴリゴリのあんな遠石とかやったらもう体重マジでこんなんとかもあるし、抑えながらもうめちゃめちゃ後ろに体重かけへんかったらグラインド押してくれへん。今はこれ鉄と鉄同士だから簡単に滑るし、初めはこれぐらいの方が俺もいいと思う。とりあえずイメージなんだけども、今さっき見せた感じでこうパーンって走って乗ってるんだけど、ほんまにちょっと頭の中の隅に応じてほしいのが、後ろからできるだけかける方がかっこいいし綺麗。慣れてきたら同時なんだけどなこれ。けど俺はなんかこうの方がちょっとかっこいいんじゃないかなって勝手に思ってる。でこのまままっすぐ行ってこうやったらたまにずれるんよ。これテールからついてたらズレが戻せる。見せた方が早いよね。百分は一見にしかず。まずずれた時の方でするな。ずれてるやんこれ。これ何年かみんな初めは多分これ動画見てる人も俺なったことあるわみたいな人いるやん。この時はちゃんとウィールが後ろかかってたらここ踏んでも大丈夫だから踏んでください。あいたらちょっとチクタクでそれを応用すればずれててもテールから今のクソ大げさにしたけど、こんな感じもうあるよっていう話。こういう練習はしなくていいよ。ただもうこういう風になって前がかかりませんとかいう悩みを抱えてんだったら一回ちょっと俺のやつ参考にしてやってみた方がいいと思うな。はい、ほんならちょっと説明しようと忘れてたことがあって、50の形どうなったら50なんかっていうのを勘違いしてる人がちょっと多いかもしれへんから、簡単にいらんと思うけど説明しとこう。乗った時にこうなってたらアウトね。これも完全ウィールだけ乗ってるからこれはグラインドじゃない。ちゃんとこっち側の外側のウィールは落としとく。こういう状態。これが正解。かかった時にちゃんとコーピングでコーピングまでウィールをガンと当てるイメージが大事なんです。どれかかってるんちゃう？これバッチリ。こんな感じ。ほんまはここまでこうやってこっちまで引っかかってる感じわかる？この引っかかってる感じが大事で、体重もちゃんとボックスのカーブの上じゃなくて若干ちょっと後ろ側におるんよ。グラインドしてるから。これは鉄とアルミでグラインドしやすいから滑りやすいから体重もあるけど、ほんまやったら体重ちょっと後ろこんな斜めで、普通の50のアウトするときって初めての人やったら跳ね降りとかはしたいと思うんだけど、後々はしなあかんけど、初めはそんな跳ね降りがっつりせんでいいと思うし、もう普通になんやったらパーッて段差降りる感じ。もうほんまにアウトは切れてるボックスやったらボックスから降りるだけ。こうやってテール上げる感じあるよ、オーリー線で。そんな感じでドフって降りてくれたらいいと思います。でも慣れてきたらちょっとずつテール当ててコーピングにちょっとオーリー入れる方がかっこよくなってくる。見せろ。最後ちょっとだけクッて持ってきたらあれこの人できる人やみたいな感じになる。うまく見せるコツみたいな感じ。こんな感じで、もう一個ここにこのずっとコーピングが続いててアウトがないと切れ目が、そういう時は途中抜けって言ってボックスからこっちにアウトしなかった、背中側に。例えばここでかけてここに障害物があったら障害物までにこっち側に止まる後ろで、それはさっき言った練習やな。背中の線に対してこう乗る。バックサイド50の書き方にも練習になるし、両方やっぱりできてないから。もちろんバックサイド50の途中折りはフロント50みたいに前に飛びながらアウトすることになるし、バックサイドやったらフロントやったら逆やし、途中折り一回見せろ。出たわよ多分一応こっち側に飛んです。ちょっと短いんで分かりにくいかもやけど、しゃあない。でも今の感じ、もうこの切れ目来るまでに背中側にグッと回って飛ぶ。これがアウト、途中折りの仕方かな。うまいことなってきたらそこから180つなげたりとか、スケボーってそういうのがあるんよ。今までのやって出してきたハウトゥーのトリックでももうカーブとかレールで使うようになってきたらアウトだけその180に切り替えたりとか、もうおしゃれなトリックに変えること全然できる。
50からフロント180も結構できるようになってきたらパリッとできるようになれるんよ。肩開いたらそのままアウト出るだけや。次バーンってかけてダサちょっと足首痛かったよ。そんな感じかな。まあとりあえず障害物に乗るのは初め絶対怖い。まあ俺レール初めに出してしもたんやけど、今回ボックスが多分セクション使ってボックス系のアウトは初めてやから、とりあえずなんせ障害物乗るときって初めはめちゃめちゃ怖いよ。だから無理してこんな高さでやらんでいい。初めはこれぐらい低いのでいい。もうほんまに0.03 マイルかな、高さ 0.0035 マイルか。それでそれなやんといてカメラ見て。まあっていう感じで初めやっぱ低いボックスからちょいちょい乗る練習してだんだん高くしてって、でまあグラインドのコツが分かってきたりとかバランスこういう感じなんやって分かってきたやったら次はやっぱ天然の隕石でマックス自分で買ってやってもらえたらなと思います。これもスケボーの本番も基礎中のド基礎やからマジでこれを得てからどんどん違うノーズスライドやったりアイボーやったりノーズグラインドいろいろあるから、とりあえず基礎これがもう一番の基礎やと思っといた方がいい。ガラットトリックでオーリーと一緒やし、これできんかったら次の技いけないんで、これはしっかり時間かけてみんな練習してってください。では以上です。お疲れ様でした。はい。